皆さんこんにちは、坪田ラボご機嫌 TV にようこそ。心から歓迎します。今日はですね、ちょっと新しい動きについてお話をします。全国医学部発ベンチャー協議会、これが発足いたしました。もともと何回かご説明してますけど、慶応の中には慶応義塾医学部発ベンチャー協議会って、これ2019年から始まってまして、うちの医学部からですねスタートしたベンチャーが集まって切磋琢磨して勉強し合って、学生とかそれからこれから起業する先生とかにいろんな情報を提供したり、教育プログラムをやったり、それからお互いに話し合って、今度初めて、CEO サミットっつって、この21社の会社の社長が一堂に集まって、社長じゃないとなかなか話せないことってあるんですよね、やっぱり。そういうような話をするとかやって切磋琢磨してきました。で今21社なんですが、去年23年の10月の時点では、会員数が19ありまして、この真ん中見てください、19。それで、一番下がですね、時価総額。だから慶応の医学部発ベンチャーは全部で790億円の時価総額の集団になったんですね。まだまだですけど、今年ハートシード社も上場しましたので、このままいくと1000億円も超える勢いというふうに考えています。でこういう流れは慶応の中だけで起きてたんじゃやっぱり日本を変えられないっていうことで、全国の医学部の人たちが慶応みたいにやってったらいいんじゃないのって思うんですよね。それで全国医学部発ベンチャー協議会っていうのを作りました。これで日本の医療の、産業構造が変わったらいいなっていうふうに思っています。でこれが役員と事務局で、理事長は慶応の、僕の尊敬する岡野先生が、なってくれまして、副代表理事で僕がいろいろ実務を担当させていただこうと思っています。またそのうち詳しくこの理事の先生方についてはご説明したいと思います。で何をやるかっていうと、いろんなことやるんですが、一番大事なのはこの大きい丸、医学生医師向けの医師起業家教育事業。医師起業家、これ名前は医師起業家でいくか MD-CEO っていうアイデアも出てるんですね。MD から CEO だから会社の社長を作るぜというプロジェクトにするかわからないけど、でも MD がやっぱり会社の運営するってやっぱりそれなりのちょっと知識パッケージを持ってないとなかなかできないんですよね。あとネットワークとかで、自分はたまたまそういうものを作ることができたけど、そういうものをちゃんと教育していきたいなと。で自分の基本的な考え方はね、僕は教授なわけですよ。教授だったわけですよ。教授っていうのは教えを授けるって書くのね。教えるのがお仕事なんだけど、大前提は全てのものは学べるし、全てのものは教えることができる。だから俺は、例えばトランペットも学べるし、年取ってもね。それから、自分は医者だったけども、そういう経営というものを今でも僕は62歳からでも学べるし、逆にそういうものを教えることができるっていう考え方です。でこれ何回も見せてるけど、医薬品医療器具のこの5兆3000億円の輸入超過問題を何とかしたいっていうのを心の願があるわけですよ。でそれが何でできないかっていうと、大学発イノベーションは研究×商業化なんだけど、その研究の部分は日本の大学一生懸命頑張ってやってるけど、商業化の部分がないから、商業化の部分の、サポートをしたいと。実際慶応ではですね、自分が坪田ラボを作った2015年、学生とかスタッフの人に起業に興味ありますかって言ったらたった 10.7% しかなかったけど、それから7年間、
医学部発ベンチャー協議会を慶応の中で作って一生懸命切磋琢磨したら今ではもう 53.4% ですよ。そして、前紹介したけど坪田ラボっていうのはこのクリックっていうね慶応病院の中にもうスタートアップベンチャーが入っちゃってるからもうシンプルですからこういうことが可能なんだということが、学生にもみんなにも染み渡ってくる。ご存知かもしれませんけど人の動機なんかやる動機の一番の動機は友達もやってるから隣の人もやってるからこれですよ。だって坪田だってやってるじゃんとかね、だってお兄ちゃんだってやってるもんとかね、パパもやってたでこういうので人間って動いてるからこれすごい大事なんですよ。これをだから全国に広げたい。で今政府もすごい頑張ってくださっていて本当感謝してるんですが、スタートアップ元年というような言葉にもして、やってくれてます。ただこれはねイノベーションのための資金援助とかいろんな支援プログラムだとか結構当然なんだけど環境整備国としてやれる環境整備が非常に多いです。で言ってみれば起業家が真ん中にいたら周りの環境を良くする。当然環境が良くなかったらこれ生命と一緒でね生命も環境が例えばお魚は水海っていう環境がなかったら生きていけないようにこの環境はすごい大事なので政府のお仕事はすごい重要なんです。ただいくらきれいな海を作ったってそこにお魚がいなかったらダメですよね。で今そのお魚に医者にもなってくれっていう話だ。で今現在の医師の役割っていうのは臨床と研究と教育なんだけどそこに起業する、医師起業家そういう人を作りたい。だけど医学部の中ではそういう起業するための勉強もしないし、医学部の中にはそういうことを教えられる人材もそんなにはいないしそこをなんかお手伝いできたら。でこれに関しては金原出版から新しい医師の役割っていう本をこの間出しまして研究教育研究に加えて、起業も医者がやろうよという本です。だからこの全国医学部発ベンチャー教育会は医者のマインドセットを変える、もちろん今の何回も言うけど今の日本の医療は素晴らしくて本当お医者さんはもう患者さんのために一生懸命やってくれるし僕もこの間熱中症になって大変だった時とかも本当にお医者さんはありがたいなと思った。でもそれだけやってたら外貨が輸入が増えちゃって、日本は貧乏になっちゃうんでやっぱり何%かの医者には起業してほしい。マインドセットを変えて医者も産業を作るぞっていう気持ちになってほしい。でこれ医師、起業家の教育プログラムなんですけども、言ってみればエグゼクティブ MBA、MBA コースで習うようなことを、一通りは勉強して例えば会計全部自分でやんなくていいけど会計とはこういうもので、こうやって見るんだなとかねマーケティング自分でやんなくていいけどこういうふうにやっていくんだなとかそれからチームビルディングもね、やっぱりなかなかチームビルディングってできないわけですよ。自分と違った職種の人を入れていかなきゃならないわけだからこういうようなことを勉強するプログラムを考えています。ということで、全国医学部発ベンチャー協議会、慶応もまだまだですよ。まだ21社、我々は岡野医学部長が今から9年前に我々と一緒に慶応から100社ベンチャー作るぜと言ったからまだ79社足りない、それでも他のところよりはちょっと進歩してるからそれを全国に広げようと全国の医学部から新しい産業がどんどん生まれてくる。各大学も一生懸命されているし政府もやってるけど我々はその中の医学生とか医者のその起業家としてのスキルや、情熱や、
知識など個に焦点を当てたそういうような活動をしていきたいと考えています。坪田ラボはその中で全国医学部発ベンチャー協議会の中でも模範生になれるようにさらにね、だっていい会社どんどん出てくるから、その中で坪田ラボは大したことないって言われたくないから頑張ります。ご清聴大変ありがとうございました。